最近大好きだった音楽を聴いても心が全然動かない。誰かに大丈夫って聞かれると、つい全然大丈夫って笑顔で答えてしまう。でも本当は毎朝起きるたびに何のために今日を過ごすんだろうって思ってしまう。もしあなたがこんな状態なら今すぐこの動画を最後まで見てください。それは単なる疲れではありません。あなたの心が発している見過ごしてはいけない SOS のメッセージです。実は INFJ の心の疲れには3つの段階があって、多くの人は最初のサインをいつものこととして見過ごしてしまいます。そして気づいた時には自分って何のために存在してるんだろうというとても深い迷いの中にいることに気づくんです。人の気持ちを手に取るようにわかるのに、なぜか自分の心の奥底だけが見えなくなっている。そんな INFJ ならではの複雑な状況、実はあなただけじゃありません。こんにちは、会社員のひなたです。今日お話しするのは、私の友人が実際に体験した INFJ の心が段階的に疲れていくプロセスについてです。彼女の体験を通してこの3つの段階がどのように進行していくのか、そして各段階でどう対処すればいいのかをお伝えします。なんとなく調子悪いけどまだ頑張れる、そう思っている方こそ実は一番注意が必要かもしれません。今回は感覚、行動、存在意義の3つの角度から INFJ ならではの心の変化をお伝えします。特に最後の存在意義がわからなくなるというサインは多くの INFJ が体験しているのに意外と見過ごされやすいんです。もしあなたが今心のどこかであれなんか違うなという違和感を感じているなら、この動画があなたの心を守る大切なヒントになるかもしれません。それでは INFJ の心を理解するための3つの SOS サイン、一緒に詳しく見ていきましょう。まず最初のサインは好きなものに心が動かなくなるという状態です。これは感覚がちょっとお休みモードに入っている比較的初期のサインですね。こんな経験ありませんか？好きだった音楽を聴いてもいい曲だなと頭では思うけど、以前みたいに胸がジーンと温かくない感動がない。美味しいはずのお料理を食べてもなんだか味がぼんやりしていて、食事がただの作業みたいに感じちゃう。綺麗な景色を見ても綺麗だと思わなきゃって頭で考えるだけで心がワクワクしない。そして友達の悩み相談を聞いても以前みたいにわかるわかるっていう共感の気持ちが湧かなくて、そうだね大変だねくらいしか言えない。実はこれ INFJ にとっては結構大切なサインなんです。 INFJ の豊かな感受性ってまさに心のアンテナみたいなもので、日常の小さな幸せを感じ取る大切な能力ですよね。感覚が鈍くなるのはたくさんの刺激から心を守ろうとして無意識に感じる力をセーブした状態なんです。この段階であれと気づいて対処すればもっと辛い状態に進むのを防ぐことができます。特に会社員をしていると毎日同じような環境にいるので、知らず知らずのうちに心が省エネモードになってしまうことがあるんですよね。私の友人の A さんの体験談をお話ししますね。彼女も INFJ で教育関係のお仕事をされています。普段は音楽が大好きでクラシックを聴きながら涙を流すほど感動するタイプでした。でも職場での人間関係のストレスが続いたある時期から大好きだったバッハの曲を聴いてもただの BGM みたいに感じるようになったそうです。さらに困ったのは家族との会話でも相手の気持ちがピンとこなくなったこと。お母さんが悩みを話してくれても以前なら自然に湧いていたわかるわかるっていう共感の気持ちが全然感じられなくて、そうですね大変ですねっていう当たり障りのない言葉しか出てこない。彼女はなんだか自分の心が冬眠してるみたいですごく不安だった。でも仕事は忙しいし子供たちのことも気になるしまだ頑張れるって思ってたって話してくれました。でも実際は彼女の心が疲れすぎて一時的に感じる力をお休みさせていただけだったんです。残念ながらこの時点では彼女もこのサインの意味に気づけませんでした。この段階でできる対処法をお伝えしますね。まず意識的に感じる時間を作ってみてください。たった5分でもいいので窓の外の鳥の声に耳を澄ませたり、好きなアロマの香りをゆっくり嗅いだり、感覚を意識的に使う時間を作ってみましょう。そして日常の小さな感覚をチェックする習慣をつけてみてください。今日のランチはどんな味だったかな、今肌に触れている服の感触はどんな感じかな、みたいに意識的に確認してみるんです。一番大切なのは感じられない自分を責めないこと。今は心がちょっと疲れて休憩してるんだなって優しく受け入れてあげてください。この段階ならまだまだ回復できる可能性は十分にありますからね。次のサインは大丈夫と言いながら完璧を求めすぎるという状態です。これは行動パターンがちょっと硬くなってしまう注意の必要な段階ですね。こんなことに心当たりはありませんか？明らかに疲れているのに周りから大丈夫って聞かれると反射的に大丈夫ですって笑顔で答えた。小さなミスが気になって何度も同じ作業をやり直してしまう。中途半端にやるくらいならやらない方がマシって考えるようになって新しいことにチャレンジするのが怖くない。そして休むことに変な罪悪感を感じてせっかく休んでいてもこんなことしてていいのかなって不安になっちゃう。これって INFJ の優しさの裏目に出てしまっている状態なんです。
INFJ ってこの人を心配させたくない、迷惑をかけたくないっていう気持ちがとても強いですよね。だから自分の限界を隠して大丈夫って言ってしまう。そしてもともと持っている理想主義的な部分は疲れによって完璧でないとダメっていう極端な構えに変わってしまうんです。周りに助けを求めることができなくなるので、一人でどんどん抱え込んでしまって、気づいたらもっと辛い状態に進んでしまうことがあります。先ほどお話しした友人の A さんですが、第一段階の感覚の麻痺に気づけないまま数ヶ月が経過しました。そして次第にこの第2段階の症状が現れ始めたんです。職場で明らかに疲労困憊していたにもかかわらず、同僚に最近大変そうだけど大丈夫って聞かれると、必ず全然大丈夫です、ありがとうございますって笑顔で答えていました。本当は助けてって言いたかったのに、相手を心配させたくなくてつい強がってしまったそうです。そして授業の準備では誤字脱字が一つでもあると気が済まなくて、何度も見直しを繰り返して、結果的に睡眠時間はどんどん削られる悪循環に。中途半端な授業をするくらいならやらない方がマシって思うようになって、新しい教育方法にチャレンジすることも避けるようになったそうです。休日も子供たちのことを考えてる時間があるのに休んでる場合じゃないっていう罪悪感で、結局仕事のことばかり考えていました。彼女は後から振り返って、完璧じゃない自分は教師失格だって本気で思い込んでいたって話してくれました。この段階での対処法をお伝えしますね。まず小さな助けてという練習をしてみてください。信頼できる人にちょっと疲れちゃった、これ手伝ってもらえるみたいな本当に小さなお願いから始めてみましょう。そして 70% ルールを試してみてください。100% 完璧を目指すのではなく、 70% の出来で一旦区切りをつける習慣を作ってみるんです。意外と 70% でも十分だったりしますよ。最後に不完全な自分も受け入れてあげてください。完璧じゃない自分も人間らしくて魅力的な部分だって思えるようになると、心がすごく楽になります。この段階は周りの人の支援と適切な箇所で十分に回復できますが、放っておくとちょっと厄介な第3段階に進んでしまうことがあるので、早めのケアが大切ですね。そして最後の、そして最も注意深く見守ってほしいサイン、存在意義の喪失についてお話しします。これは多くの INFJ が体験しているのに意外と見過ごされやすいサインなんです。こんな気持ちになったことはありませんか？朝起きても今日も一日何のために過ごすんだろうって思ってしまう。自分がこの世界にいる意味って本当にあるのかなって根本的な疑問は頭から離れない。将来のことを考えても何にも楽しみや期待を感じられなくて、どうせ何をやっても意味ないよねって思ってしまう。そしてこれまで大切にしてきた価値観や理想が所詮綺麗事だったんだって感じられてしまう。これって実は INFJ にとってはとても深刻な状態なんです。 INFJ って意味のある人生を送りたいっていう気持ちがとても強いタイプですよね。だから存在意義がわからなくなるっていうのは、アイデンティティの根っこの部分が揺らいでしまっている状態なんです。これは第1、第2段階の進行した結果として現れることが多くて、感覚が麻痺して行動が硬くなって、最終的に何のために生きてるんだろうっていう疑問にたどり着いてしまうんです。この状態になると一人で解決するのはなかなか難しくて、時には専門的なサポートが必要になることもあります。またこの気持ちが続くと日常生活にも大きな影響が出てしまうことがあるんです。友人の A さんの体験の続きをお話しします。第1、第2段階を経て、さらに半年ほど経った頃、ついに彼女は私って何のために生きてるんだろうっていう根本的な疑問に支配されるようになってしまいました。子供たちのためにっていう理想を持って始めた教師という仕事も結局自己満足だったのかな。私がいなくてもきっと他の先生が同じことをするだけ。私の存在って本当に意味があるのかなっていう思いが頭から離れなくなりました。朝起きるのはとても辛くなって、今日も一日何のために学校に行くんだろうって思ってしまう。未来のことを考えても何も楽しいことは思い浮かばなくて、どうせ何をやっても変わらないよねっていう諦めの気持ちが全てを覆ってしまいました。これまで大切にしてきた子供たちの成長を支えたいという価値観さえも所詮綺麗事だったんだって感じられるようになってしまったそうです。彼女は毎日がモノクロの世界みたいで生きている実感がなかった。でも周りには相変わらず大丈夫って言ってしまうから、誰にも気づいてもらえなくてどんどん孤独になっていったって後から話してくれました。この段階での対処法は正直なところ限られてしまうのですが、大切なことをお伝えします。まずとにかく無理をしないで休んでください。意味を見つけなきゃって頑張るのを一旦やめて、心と体を休めることを最優先にしてみてください。そしてこの状態が続くようであれば、カウンセラーさんや心療内科の先生など専門的な知識を持った方に相談することを考えてみてください。一人で抱え込まなくても大丈夫です。最後に、どんなに小さくても心が少しでも動くものを大切にしてください。温かい飲み物を飲んだ時のほっとした気持ち、好きな音楽を聴いた時のちょっとした安らぎ、そういう小さないいなっていう気持ちを見つけて大切にしてあげてください。友人の A さんも最終的にはカウンセリングを受けることで少しずつ回復していきました。この段階は確かに辛いですが、適切なサポートを受けることで必ず回復への道筋は見えてきます。
今日お話しした3段階のサインについてまとめてみますね。友人の A さんの体験を通して見えてきたのは INFJ の心の疲れは段階的に進んでいくということです。第1段階、感覚の麻痺はセルフケアと環境を少し調整することで回復しやすい段階です。第2段階、行動の硬直化は信頼できる人に相談したり情報を集めたりして対処していく段階ですね。そして第3段階、存在意義の喪失は専門家の方に相談することも視野に入れた方がいい段階です。大切なのはこれらが段階的に進むことが多いので早い段階で気づいて対処することなんです。A さんも最初の段階で気づいて対処できていればあんなに辛い思いをしなくて済んだかもしれないって話してくれました。段階別の対処法をもう一度確認しましょう。第1段階では意識的に感覚を使う時間を作って適度に刺激を減らしてみてください。第2段階では完璧主義を少し緩めて周りの人に小さなお願いをする練習をしてみてください。第3段階では無理をしないで休むことと必要に応じて専門家に相談することを考えてみてください。最後に希望のメッセージをお伝えしたいと思います。あなたの存在には必ず意味があります。今これらのサインに気づけたということはすでに自分の心を大切にする第一歩を踏み出しているんです。 INFJ が感じる存在意義を知りたいっていう気持ちは実はあなたが本当に意味のある人生を送りたいと願っている証拠なんです。一時的に見えなくなってもあなたの中にある優しさや理想は絶対に消えることはありません。友人の A さんも今ではあの辛い体験があったからこそ本当に大切なものが見えるようになったって言ってくれています。同じように悩んでいる INFJ の仲間たちがたくさんいます。コメント欄で体験をシェアしてみんなで支え合っていきましょう。もしあなたが今これらのサインに当てはまる状況にあるなら一人で頑張りすぎないでくださいね。必要な時は周りの人や専門家の力を借りることも INFJ らしい賢い選択だと思います。あなたの心が健康で豊かな感性をずっと保ち続けられることを心から願っています。今日の動画が少しでもお役に立てたならぜひ高評価とチャンネル登録をお願いします。そして同じように悩んでいる INFJ の仲間にもこの情報をシェアしていただけると嬉しいです。それではまた次回の動画でお会いしましょう。皆さんの心の健康いつも応援しています。また次回なのだ。僕たちでよければ相談に乗るのだ。気軽にコメントしてくださいなのだ。